モンキーパンチです。よろしくお願いいたします。1937年の5月26日、北海道、の厚岸郡浜中村ピーターアップっていうところなんですけども、後ろには一緒に仕事してるのが弟と、それから妹がいます。妹はもうここからだいぶ離れてますけど、身長ですか。162かな。体重がね60ですね。ブルーブルーじゃない、ブラックですね、完全に。双子座ジェミニもちろん漫画家ですけど、もう最近自分の好きな仕事しかやらないですね。で、原稿頼まれてもあんまりやらないというかちょっと怠け癖ついてて、一応少しずつですけども、もう自分のやりたい仕事はやってます。あんまり気にしたことないですけど、割とブルー系統は割と好きかもしれないですね。ただ着てるものとあんまり違いますけどね。色をもし絵で使うんでしたらブルーが結構多いですね、やっぱり。やっぱり夏かな動物はね、やっぱり犬好きですね、やっぱり。だからどうしてもペット飼っちゃうっていうかね。ただモンキーっていう名前ついてるから猿が好きだろうと思ってね。で、猿はね、見てるのは好きですけどね。いろんな仕草なんかね。場所。自分のホームシアターいや、人が好きですよ、やっぱりね。いろんな人と会うのがやっぱ楽しみっていうか、あんまり静かなとこっていうのは好きじゃない。っていうのはね、かえってだから東京あたりに歩いて雑踏の方が、いろんな人がうわーいる方が好きですね。で、そういう時の方がなんかそういう時の方が一人になれるみたいなところがあって、やっぱりどっちかというと街ですね、やっぱりね。やっぱり人が好きですから、やっぱり自分の家ですね。アパートっていうのはダメですね、やっぱり。夜完全に夜散歩、やっぱランニングはやっぱりきついですね。どっちもしない。映画、字幕そうやっぱり向こうの俳優さんの生の声聞きたいですからね。実写。アニメっていうのね、あんまり嫌いではないんですけど、やっぱアニメっていうのは絵になるわけでしょ。絵になるとやっぱり好きな絵嫌いな絵っていうのはどうしても出ちゃうんですよ。だから漫画も同じですけどね、好きな絵の漫画もあるし、あんまり好きじゃない絵の漫画もあるんだけど、大体好きな絵の方を見ちゃうんですけど、アニメもそれと似たところがあってね。だからどっちかというとやっぱり実写の方が多いですね、見るのはね。もちろんルパンもそうですけど、宮崎さんのものとかね、押井さんのものなんていうのは大体見ますね、やっぱりね。どっちかというとロマンスっていうのも苦手ですね。やっぱアクションの方が好きですね。それ人によります。どっちかというと内緒の方が好きなんですよね。海ですね。やっぱり生まれ育ってるのが海ですからね。ホテル、僕電車の方が好きですね、どっちかというとね。ショッピングはしない、ほとんどしないですね。ショッピング必要なものっていうのは今もうネットで全部買えちゃうんで、だから例えば昔はよく DVD なんか買いに秋葉原行ったんですけど、今もうほとんど通じ販売でネットで買っちゃいますからね。だからもし外に出るんだったらやっぱ観光ですね、やっぱりね。Tac, tac, 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 buonasera linea.
漫画家になろうと思ったのはね、中学校の時に田舎ですけどね、あそこの田舎の中学校の時にね、みんなにこう学生卒業する人たちにアンケートを取ったんだよね。でその時に将来何になりたいかっていうのにアンケートを取って、僕その時にね一応漫画家って書きましたね。一応ね漫画家になりたいっていうのを書きました。だけどなれるとは思わなかったですけどね、ただ漫画家になれればいいなというとこですよ。いや漫画家はもう僕らの年齢層の漫画家みんな決まってるんですけど、手塚先生ですよね、やっぱりね。アストロボーイのね、鉄腕アトムですね。だからそれのとか、それから宝島と新宝島とかも手塚先生のいろんな漫画がありましたでしょ。でそれはもう本当にもう夢中になって読んでましたからね。だからやっぱりその力っていうかその影響大きいですよね、やっぱりね。ルパンの場合はね、中学校の、それも中学校の時に読んだ本なんですね。要するにモリス・ルブランの、ね、アルセン・ルパンっていうのがあって、これもやっぱりフランスのね漫画なんで、漫画で小説なんですけども、それがものすごく面白かったですね。で中学校の時ものすごく夢中になって読んでて、でたまたま新しいその漫画雑誌の漫画アクションという雑誌を創刊するときに編集部の方で要するに漫画をとにかくお前に書かせるから何が書きたいかって言われて、でその時にねいろいろ考えたんだけど、中学校の時に読んだそのアルセン・ルパンの話っていうのがものすごくこう頭にあったんですよ。で編集部にそのアルセン・ルパンっぽい話どうですかみたいなことを言って、で、書かせてもらったんですけど、キャラクターそのものにはねモデルっていうのは全くないんですよね。ですから初めてそのルパンを描いた時のキャラクターっていうのはまだねそのキャラクターの顔が全く決まってない時にも時間がなくて無理やり描いたっていうところがありますからね。だから1回目に描いたルパンっていうのは今のルパンと全く顔違ってますね。Je voudrais qu'on soit bien d'accord tous les deux. Je t'ai dit que je ne t'appartiendrai que lorsque tu aurais retrouvé l'or de Babylone. それねよく聞かれるんですけどね、あれもモデルってあんまりないんですよね。だから例えばプレイボーイとかね、アメリカのプレイボーイとか、それからペンタハウスとか、それからフランスにあるリュイとかね、ああいうのを見て、写真集なんか出てくる写真を見て描いたりとかやってましたから、意外とそういうとこから出てるのかもしれないですよね。D'après ce que j'ai appris, il y a un groupe d'Italiens qui organise des fouilles en direction du sud à partir des ruines de Babylone. 描いてるうちにね、最終的にああいうふうに決まっちゃったんですけど、書いてると1回目のあれもう週刊誌ですからね。だから一回一回もう連載毎週連載するわけですから、初め書いてるうちはねルパン三世だけが主人公だったんですね。でそれとね、それから銭形、これの2人だけでとにかく進めていこうという考えはあったんですけど、でそれででも2人だけだとどうしても世界が狭くなっちゃうなっていうことで、誰か一人もう一人いないかなと思ってその相棒としてで事件を出したんですけどね。でその時にあの漫画っていうのは大人ってヤングアダルトな漫画ですからね。だからどうしても女性が必要になってくるんで、その女性っていうのはどっちかというとボンドがあるみたいなものですよ。
そういう感じで女性を出して、で、まあ、日本でそういうのもいろいろ出したんだけど、それをもうね、もうずっと続けて半年ぐらいしてからそういうのをどんどん少しずつ出していって、で最終的にそのやっとこの5人が決まったというところですね。あの時はね、どうしてもアニメーションの人がその女性を描けないっていうんでね、で一応原画としてその女性を描いて渡しして、であとは男のキャラクターは大体みんなアニメーターの方は大体描けましたけど、でその時だけですね、そういうものだけだった。であとはそのストーリーとかなんとかはもう全部監督に任せてて。Vraiment, attention! 宮崎さんのは第1回のテレビシリーズの後半から今度宮崎さんに変わったんですよね。でなんで変わったかというと、初めルパンでした時にあまりにも大人っぽいんで、もうちょっともう少し、子供が見れるように子供を対象にしたものにしようということで、宮崎さんに変わったんですけどね。でその延長としてカリオストロができたわけですけど、まあ初めね宮崎さんとはシナリオ会議の時一度だけ会ってるんですよ。でその時にどっかのお城のね写真をバーッとこう会議室貼ってありましたよ。でだから今回だからこのお城を舞台にするんだなっていうのは分かってましたけど、あとはねもう全部宮崎さんに任せましたね。で出来上がったのを見た時はねちょっと子供っぽいなっていう感じはしましたけどね。ただものすごく分かりやすくはなってましたね。僕としてはねもうちょっと大人っぽくしてほしかったなっていうところはあるんですけど、まあ、あれは宮崎さんの世界ですからね。だから、まあ、あれはあれで良かったのかなとは思いますけどね。ただ僕の作品ではないですね。いや僕はねもうアニメに関してはもう一切もう口は出してません。でなんていうかあまり僕が口出しちゃってやっちゃうと監督さんの出したいものっていうのがね出せなくなっちゃうんじゃないかなっていう気がするのね。それでやっぱりアニメーションのそういう監督さんっていうのはやっぱりアニメーションのやっぱプロフェッショナルなわけですから、もうなんとか面白いものを作ろうと思ってやるわけでしょ。でそれに僕が口挟んでもかえって自由が利かなくなっちゃう可能性はあるんでね。要するに要するに監督さんが自由に発想できなくなっちゃったら困るなっていうのがあるんで、だからなるべく僕は口出さないようにしてますね。でただこう5人の設定がありますよね。ルパンがあって次元があって藤子があって銭形、それから五右衛門でしょ。この設定だけは崩さないでくださいっていうのだけなんですよ。であとはもう自由に作っていいですよっていうことでやってもらってるんで。僕好きですよあれ。よくできてる。で時はね一番力入れて作ったのがね大塚さんだったですよ。大塚さんがね力入れるとなかなかいいのができるなという、改めてそう思いましたね。だからカレオストの次にやっぱり好きですねあれ。劇場用としてはね。Ne concluons pas trop vite. Edgar! Ça va, Edgar? Oui, mais les autres, ça n'est pas joli, joli. だからその時もね僕は脚本も初めだけちょっと読んだだけで、あとはもう全部お任せしましたからね。だからもう
どういう、大体プロットは知ってましたけど、細かいところがどういうふうに出来上がるかっていうのは全く知りませんでしたから、出来上がってみて、よくできてるなという感じがしました。だから山田さん怒るの無理ないなという。たまたまね、ここに引っ越す前っていうのはもう東京だったんですけども、大塚さんの家と割と近かったんですよ、自宅が。でよくうち遊びに来てましたしね。でルパンのことについてもよく来ては話してましたし、でだから割とルパンのことは下手すると大隅さんよりも大塚さんの方がよく知ってるなっていう、感じですよね。よく知ってました。それがね、よくわかりませんね、僕も。例えば007とちょっと比べてみた場合にね、007はもう何年か後に新しいのが出来上がってくるわけでしょ。でその007、この間衛星放送で007なんかずっとシリーズずーっとやってましたけど、やっぱり007のね初期の頃のものって、ね、やっぱり古いですよね。今見るとね、やっぱりね古く感じること感じる。ただ今でも古く感じはするんだけども、今やってる007っていうのはものすごい新しく感じるわけでしょ。だからやっぱそれとやっぱ似てるのかなという気がするんです。でルパンも今やってるので、毎年7月に新しいのをやるわけですからね、年に1本だけですけども、そういうので少しずつ新しくなってきてる部分があるんで、やっぱそういう影響もあるんじゃないかなという気がするんですよね。